Cosmotube Annual Astrological Forecast 今や 97% の人が持つと言われるスマートフォンや携帯電話。これが広がる中で、ひっそりと消されゆくものの一つに、二宮尊徳像があるのをご存知でしょうか。二宮尊徳は言いました。遠くを測るものは富、近くを測るものは貧富。この言葉は、現代の私たちにも深い示唆を与えてくれます。日々の生活に追われ、目の前のことばかりに気を取られていると、大切な機会を見逃してしまうかもしれません。一方で、遠い未来を見据えて行動する人は、より豊かな人生を築くことができる割合は増すでしょう。そんなわけで、2025年の予報と言いながら、今回も2025年よりももう少し、長いスパンで見てみましょう。10年後の自分を予想できますか？ちょっと遠すぎるかもしれません。5年後もまだぼんやりだったりしませんか？5年、10年を想像していくために、今回は3年先までの予定を立ててみるとしましょう。あくまでも、前回の春分天魚座の中の3年間のお話です。まだ見られていない方は、オーバーチュアを先にご覧ください。それでは、始めましょう。コスモガイド、2025。シンフォニーでも、マクロ視点で天体を見ていきます。前回の、春分天のお話は、物語でいうところのジャンル、でした。今回は、この物語を閉じ込めた小説の、想定、にあたります。この想定には、これから読む物語の、いろんな情報が抜粋して載っています。ジャンルのこともそうですし、物語の核になる部分や、もちろん作者の名前など、この本の想定を見るだけで、いろんなことが想像できます。目で見るだけでなく、カバーの質感や、本の厚み、重さから、いろんな情報が読み取れるのです。西洋占星術での3年ほどの未来予測は、まさに、これから起こる、あなたの世界の想定。私たちが住む太陽系に当てはめれば、外側の天体が想定を担うのです。木星より外側の天体は、年単位で星座を移動するので、その動きを拾っていきましょう。木星は、現在双子座にあり、2027年の終わりには乙女座まで移動します。木星は、およそ1年ごとに1星座を移動し、社会で伸びる、広がることを表します。魚座の終わりにある土星は、2025年にお羊座に入り、2027年もお羊座にあります。土星は、社会での課題や問題を、浮き彫りにする天体です。天王星は、2025年に双子座へ、海王星は同じく2025年にお羊座へ。そして冥王星は、今年2024年11月に、完全に水亀座へ移動します。ここでちょっと、基礎のお話。西洋占星術と聞いても、ピンとこない方も多いでしょう。しかし、日本人の多くは、自身の星座をご存知だと思います。これは厳密に言うと、西洋占星術の太陽の星座のことを言っています。この、星座占いが有名なので、星座に着目しがちですが、占星術で言うと、星座はお洋服のようなもの。牡牛座の人は、牡牛座の服をまとっている太陽を持っている人。ヤギ座の人は、太陽がヤギ座の位置にある時に誕生し、ヤギ座の服をまとっている太陽の持ち主、となります。なので実は、主役は天体。そして、その天体は10天体あり、それらがそれぞれの星座ブランドの服を着て、あなたの中に存在しています。そして、実際の天体も、どの星座ブランドの服をまとっているのかにより、その力の発揮の仕方が変わってきます。なぜ、こんな話をしたのか？それは、2025年に外側の天体が揃って、お洋服を新調するからです。外側の天体は、非常に長く一つの星座にとどまります。ということは、非常に長い間、その服をまとい、その影響を私たちに与え続けるのです。外側の天体が、一斉に星座を移るという現象は、非常に珍しいものでもあります。直近の類似事例は、1988年から1995年の期間。まずは、88年から89年にかけて、土星、天王星、海王星がヤギ座に入り、追って、95年には冥王星が射手座に移動しました。冷戦の終結、ベルリンの壁の崩壊、ソビエト連邦の解体、そしてインターネットの普及。世界秩序が大きく変わった時代です。もう少し遡ると、1960年代後半も重要な時期でした。66年に冥王星が乙女座入り、68年から69年にかけて天王星と木星が天秤座に移動。この時代は、公民権運動、反戦運動、カウンターカルチャーの台頭など、社会的、文化的な大変革の時代として知られています。
しかし、2025年から2027年に起こる変化は、これらの過去の事例をもしのぐ可能性があります。それは、4天体の製材動が、より短期間にあるからです。過去の事例から予測できることは、社会システムの大規模な再構築、技術革新の急速な進展と普及、文化的価値観の大きな変化、そして国際秩序の再編などです。しかし、現代の技術発展のスピードやグローバル化の進展を考慮すると、2025年から2027年の変化は、さらに急速で、広範囲に及ぶ可能性があります。私たちはまだ、経験したことのない種類の変化に、直面するかもしれません。特に注目すべきは、冥王星が水亀座に入ることです。多くのスピリチュアリストがこれを、本格的な風の時代の始まり、と呼んでいますが、果たしてそれは本当でしょうか？確かに、水亀座は風の星座です。革新、自由、進歩を象徴し、新しい風を吹き込むと言われています。しかし、ここで冥王星の本質を忘れてはいけません。冥王星は、破壊と再生の象徴です。しかし、その再生は、私たちの想像をはるかに超えたものかもしれません。冥王星は人知の向こう側、私たちの理解を超えた領域を象徴するのです。つまり、風の時代といっても、それは私たちが想像するような穏やかな風ではなく、むしろ全てを根こそぎにするような、台風のようなものかもしれません。冥王星は、保守的な構造だけでなく、私たちが革新的だと思っているものさえも、破壊し尽くす可能性があるのです。冥王星ヤギ座の時代を経験して気づいたのは、冥王星は次の時代を直接作り上げるのではなく、むしろ古い時代を完全に解体し、次の時代への準備をするということです。それは、すべてを平地に戻し、さあ、どうぞ、と、私たちに委ねるようなものです。この後、実際に新しい世界を構築するのは私たち人間の役割です。土星や木星が象徴する、責任、構造、成長、拡大といった力を使って、私たちは新しい世界を作り上げていくことになるでしょう。つまり、2025年から2027年の期間は、私たちが当たり前だと思っていたものが、根本から覆される時期となるかもしれません。それは恐ろしくもあり、同時にエキサイティングな挑戦でもあります。この変化の波は、単なる新しい風ではなく、私たちの想像を超えた大変革をもたらす可能性があります。私たちは、これまでの常識や価値観を手放し、全く新しい視点で、世界を見直す必要があるかもしれません。この大きな変化に対する、心構えを持つことが重要です。私たちは、破壊された後の平坦な地に立ち、新しい世界を創造する責任を負うことになるのです。今回はここまで。マクロ視点で、前回は現在地を示し、今回は道順を示しました。動き出すのは、次回からとなります。占いで、来年の7月に、試練が訪れそうです。と聞いた時に、あなたはどういう感情を抱きますか？そんなに恐ろしいことがあるのなら、どうにかそうならないように導いてください。と嘆き、恐怖に支配される人もいます。所詮占い。適当に怖がらせて、お金だけ取る視線止め。と憤慨したり、呆れたりする人もいるでしょう。しかし、未来予測という占いは、いわば転ばぬ先の杖。そこを回避できるように、今の自分は何をすればいいのか、何を目指して進むべきなのか。このような未来の予測や予報をも、人生を導くための有益な情報として活用できる人こそ、真の意味で賢明な人だと言えるでしょう。3年間の天体で見る予報。それは、長いマラソンでの給水ポイントを知らせるようなもの。マラソンランナーがそのポイントを知ることで、走り方を調整するように、私たちも、人生の重要な岐路となるポイントを、天体から読み取ることができる。そう考え、古代から受け継がれてきた知恵が、占星術には刻まれています。風は、情報を表し、情報を伝えます。これこそが本来の、風の時代の持つ意味。あらゆる視点で、今を読み取りましょう。未来は不確実です。だからこそ、私たちの目の前に広がる白地図に、何を書き込むかはあなた次第。そのツールは、この地球のあちこちに、もう、すでに、あるのです。すでに、あるもの。それこそが、天体が指し示す、ニューワールドオーダー、なのかもしれません。次回からいよいよ、2025年の1年間を丁寧に、読んでいきます。この動画の知識を、自分のスケジュールに落とし込んで、と、オーバーチュアの動画の初めにお伝えしていたように、次回からは、天体と星座が、自分のホロスコープのどこに入っているかを見ていくことで、どういう1年になるのかの予想ができるようになります。
それらの詳しいやり方は、ほぼラジオシリーズにまとめてますので、そちらもぜひ、見てみてくださいね。また、現在は、動画の投稿日を固定していないため、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の動画でお待ちしています。我